おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、こちらの動画をお見せしようと思います。P6 号の作品ですね。6号というサイズの作品でございます。どれぐらいまで寄れますか。こちらの方の細かい描写をしております。髪の毛とかの描き方とか、背景との関係とか参考になるんではないかなと思います。それではごゆっくりどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、人物ですね、6号かな ?6 号の P かなと思いますけども、よろしくお願いいたします。墨入れという作業をしていっております。これなんでするのかって言ったら、別にこの、赤い転写をしたですね、線を吹き幸筆で留めてもええんかもしれないですけど、結構僕暗くしていくんですね。そのインプリミトゥーラというのを。で暗くしていくからもう早送りでお見せしますけども、消えないようにということですね、でやっております。水と墨1対1ぐらいで、溶いて、それを混ぜて、それで書いていっております。今日何の話をしましょうか。いつも雑談をしておりますけども、人物ですね。人物、墨入れの後インプリミトゥーラということで、これは完成油とテレピンとコバルトブルーとローアンバーという色を混ぜてやっております。ですね、インプリミトゥーラ。これは本当に地頭層といってもう伝統的に昔の絵画とかを見るとこれをしてあります。印象派もおそらくしている絵はしてありますよ。こういう風に一層を塗って。で僕はもう2層塗ります。完全に吸収を止めたいので1層塗って乾いてからもう1層塗って2層目は叩いてですね平滑にしたりとかします。平滑にとか筆ムラをなるべくなくしていったりとかをします。何の話をしましょうか。30分間ね。いろいろやってきました。顔の描き方とかもこれ、最近はこの描き方がもうほとんどになってますけども、こういう風に、完全にインプリミトゥーラが乾いた後に、完成油というので濡らして滑らすような状態。ウェットオンウェットという方法ですね。で大学の時はですね、例えばテンペラ絵の具と呼ばれるものでハッチングをしてグレーズというのをしてハッチングしてグレーズしてっていう混合技法というのを結構やっておりました。そういうこともたまに織り交ぜたりとかしてやっていくんですけども、最近はどちらかというと油絵の具のねちょっとした感じですね。この白なんていうのはシルバーホワイトとチタニウムホワイトを混ぜ合わせたようなちょっと粘着性のあるねちょっとしたような絵の具で描いていきます。物質感を使って描くという感じで、本物見たらよくわかるんじゃないでしょうかね。本物見たらちょっと絵の具が厚くなっていることがわかるんですね。言ってもそんなでもないんですけど、やっぱ人の肌の描き方に関してはすごいやっぱりいろいろ実験を繰り返してきました。今はこの釜油グリザ油というのである程度物質感と陰影みたいなのをつけて描いていくということが私の描き方の主になっておりますけども、それまでは先ほど言ったようなクロスハッチングって言ってぐーっと重ねながら描いていったりとか、技法に関してはいろいろあります。でそういう混合技法、油絵の具とテンペラ絵の具というのは非常に乾きが早いので、細かい描写とかができて、それをハッチングしてグレーズしてハッチングしてみたいな。大学院の時やったかな、大谷秀夫先生、前の広島一律の先生がちょっと非常勤で集中講義みたいな形で来て少し教えてくださったりして、そういった、それ以前にもすでにやってはいたんですけども、そういった方法とかも使ったりとかしております。である時からこのグリザ油という方法が中心になってきました。確かに人の肌が一番難しいんですね。もう何色かわからないというで、このグリザ油とかでやっていくと、薄くこの下の絵の具というのがうまく生きてきて、今回はちょっと暖色っぽいかなり茶色を多めにしているので暖色っぽくなってますけど、グリザ油白黒で描いていく。だから今回の作業は釜油という作業です。釜油難しいねいろんな言葉出てきますけどね。で絵の具をまずひたすらしっかり混色して置いていくというような作業をしていっておりますけども、こういうところちょっと目とかは集中的にお見せしようと思ってますけども、
で、微妙なこう色とかやっぱり何色ってなかなかこう判断がつきにくいのでこうね、そういうこう色を重ねながら少しこう下の絵の具の寒色系、冷たい色とかが見えてくるような下地とかを活かしたりとかしていってます。これなんか丸筆で描いてます。最近若干丸筆ブームが来ていて、もうほんと筆に関してもね、もう変わるからですね、なんかこうこれが絶対僕はずっと何年も使ってますで意外とないんですね。だからその時々に合わせてこうその辺を楽しんでいくことがこう美術の面白さなんちゃうかなという、ところかなと思います。この辺りというのは下の絵の具を生かしつつ、歯なんかね、そういきなり白ペンと置くよりはちょっと半透明ぐらいにしておいてとかして、唇とかですね、血色のいいところみたいなのは赤とかを先に僕は置いていったりとかします。でも絵の具がカクカクとなってるね、唇とかカクカクとかなってるとこはちょっとこう溶け合わすようにこう描いておいてあげたりとかしたりすればいいかなというふうに思います。輪郭がこうなかなかこう見えてこないような描き方みたいなのができれば理想なんですけども、そういうこう一つ一つの輪郭とかね、そういう感じで描いていっている本当に最高頂点にあるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチかなというふうに思います。日本人だと本当に塩谷亮君なんてもう本当にすごいなと、何人も僕は超えれない才能の人たちっていうのは世の中にいっぱいいるもんで、すごいなというふうに思ったりします。そういうこういろんな仲間とか友達とかですね、外から見ればライバルなんかもしれませんけど、塩谷君と話したりとか、ごめんね勝手に話すると、僕と同級生同い年なんで、彼のがもちろん才能もあってデビューも早かったんですけども、やっぱりこう写実的に描くっていうことをね、っていうのは結構こう否定されて育った世代なんで、結構辛い思い、なんでこんな否定されたりするかっていうと、やっぱりこう最先端じゃないじゃないですか。古いといえば古い技法やったりとかするんで、それが保木美術館さんが2010年頃ですよね、できたのが。そこから長らくこう写実ブーム的なのがずっとある程度続いてはいるんですが、若干下火かなっていうふうに僕なんか思って見てるんですけども。突然僕も変えることは今のところ予定はないですが、変わるかもしれませんしね。画風なんていうのはね、こう叩き筆でこう叩いていっております。早送りもちょいちょい今回お見せしておりますけども、やっぱりこう似ているところっていうのは、やっぱり絵描くの好きで、なんかこう世代がこう近いから写してきた漫画とか、そういうのもこう似てるんですねだからすごい話が合うんですけど、で大学とか入ったりとかすると、もうこんなんやめちまえみたいなことを多分彼も言われたんちゃうかなと僕も言われました。それは別に大学のうんぬんかんぬんが悪いというわけじゃなくて、やっぱ最先端のことをやれよっていうのが大学の方針なんですけど、なんか僕はそういうこう言われながらも、なんかこう学生時代にこうですね、大学3年生ぐらいの時に見た、ヨーロッパを旅行した時に見たですね、映画やっぱりインパクトが強すぎて、古典絵画とされるようなものね、印象派以前のものとかっていうのをルーブルで見たりとか、ウフィッツで見たりとかですね、オルセーで見たりであるとか、いろいろこう見たりした時に、あれと意外とこの辺の技法っていうのはやっぱりこう日本のあれにはないぞという感じがして、こうちょっとこれは続けていってみたいなというふうに思ったんですね。だから僕はずっとそういう感じでやっていってます。大学生の時の卒業制作なんかは本当にこう誰にも見せたくなかったです。書いてる途中も見せたくなかったです。理由は一つ、もうね、こんなんなんでこんなんしてんのとか言われて、途中でなかなか大幅な変更って聞かないんですね。だからもう書き出したのも、卒業制作というのは1月の末とか1月の真ん中ぐらいとかに確か提出やったと思うんですけども、もう12月の真ん中ぐらいである程度終わってました。で、始めたのが確か6月の末とか、教育実習に行く前あたりにも始めてました。なんかエスキースを出せっていうのがなんか前期の、終わりぐらいにあったのか、1学期というかね、終わりぐらいにあったか覚えてないですけど、もうその時にはもう書き出してました。今から帰ろと言われても無理ですよっていう感じでした。だから半年以上はもうほんとその1枚ほぼ集中して書いて、今まで人生でそこまでこう集中して書けた、こういうところね、よく見てください。書けたということはなかなかないのかなというふうに思います。
でこういうとこなんか本当にこう、重ねやってるところ筆毛先の絵の具を取ってねでシューッとこうぼかしたりするんですよね。いろいろ叩き筆でぼかすこともすればそういったこともしたりとか、こういうところの中輪郭のところだけは書いておいて向こうとほんの何ミリかぐらいをしてこうグッと回っていくように、よくあるんですけど写真とか見て描いて、そのまま描いてしまったりすると輪郭のとこパチッとなってるということがよくあるんですね。でもよく輪郭線って見てみるとやっぱりこう丸みが帯びているものとカクッと曲がっているもので輪郭線って違うんですね。でも写真とか撮ってちょっとこう離れたところから撮ったりするとカクッとこう見える。でそういう風に描いてしまったりする。でも現実としては丸みがあるところの輪郭と紙とかねピタッとしてるところの輪郭っていうのはカクッとなってるんですよ。何言いたいか分かります？ね、分かってくださいね。髪の毛なんかよくあります。髪の毛一番最後のとこカクッとこう終わってしまってることあるんですけど、でも実際問題はふわっとしてるじゃないですか。ずっと擬音言うてますけども、でそういったこうところっていうのは絵画なんで、やっぱりこう輪郭とかをスフマート技法というね霧のようにボケるみたいな髪の毛とかを描いていってますね。ちょっと大きめの筆から僕は一本一本書くというよりまず大きくザザザザと書いて次の筆をササササって書いてシューと書くというようなことをします。たまにこうなんでこんな見せるんですかって言われますけど、別に全然そんな自分にとっては別になんとも思ってないし、今までもこういうのをもう見せて書いてたりしたんで見たい人見たらっていうことで見せてきたんで、特に特段それでねどうってこっちゃないですし、なんか使えるものがあれば皆さん全然遠慮なく、これなんかそうですね、ちょっとこう毛先が広がった筆でフィャーとかチュワーとかって、これはもうなんか銀髪みたいなね、もう逆に今しかこれぐらい何年後もこういった髪の毛は流行るとは思うんですけど、なんかこうねまだ黒髪時代があったりとかね、いろいろすると思うんですよ。私たち学生時代もなんか金髪にしよう言うてこうねビールかなんかぶっかけてこうサランラップ巻いたりしたら色落ちるとかいろんな説があってこれ学生時代か中学生とかねそんなことアホなことをしたりとかしてましたけど、あれは本当やったんかどうか分かりませんけどもうね、そんなんとかあったりで、ちょっとこう細いところを少し描いておいて、後からまたグレーズとかしてまた描いてとかっていうことをするんですけども、していったりとかします。乾かないうちにこうやっぱこのウェットオンウェットっていうね、上に濡れた絵の具で描いていくという、ちょっと洋服も少しだけお見せしておきますけども、こういう柄なんで、ペット置いてペット置いてペット置いてみたいな感じですけど、でウェットオンウェットっていう方法でやっぱり油絵の具を描いていくということを少しこう覚えていかれると、本当表現の幅ってすごい広がりますよ。受験の精度が僕はねでも無理やなと思うんですが、油絵の具を1日で描きましょうって、むさびさんとかたまびさんとかやってはると思うんですけど、やっぱ無理ですよ難しいと思いますよ。僕が今受験生だったら絶対アクリルをベースに油絵で描くかなっていう、一番それも多分油絵の具だけしかあかんって言うたら無理なんですけど、なかなかこう難しいなっていうふうに思いますけど、でもこうやって見ると一発でこれぐらいまで描けてるってことは描けるわけですからね。でもなんかこう乾かしましょうっていうふうにまず教わって、やっぱ僕もそれが一番初めやったから、まず乾燥剤を一生懸命探して、で当時はまだそんなにこう乾燥剤っていろんな種類出てなくて、今も同じようなもんなんですか、乾燥剤の種類とかって。速乾剤、草壁さんやったら超速乾メディウム、松田さんやったら何でしたっけ、クリスタルメディウムみたいな、ホルベインさんやったらラピッドメディウムとかありましたよね。僕らの時ウィンザー&ニュートンのリクインと何でしたっけ、オレオパストっていうやつがあって、それを高校生の時に買って感動して使って、うわ確かに一日書いてる途中でだいぶ乾いてきたとか思ってねやったんですけど、でもなんか油絵の具の良さみたいなのをそれをずっと続けていたらなかなかこう分からないので、でも大学生になって武蔵野美術大学に1年生で入って初めの1枚を描いていた時にと思って、そこからもうそういうものは、使う時もありますよ。どうしてもっていう時は初めの段階の方で使ったりするんですけども、あんまりもう使わなくなってきました。でこう髪の毛とかをですねヒューッとこう描いていきながら、なんか本当になんか
乾燥させましょうっていうことがあまりにもなって、油絵の具の良さみたいなの、微妙な色とかをかける良さみたいなのが失われてしまったりして、で油絵の具本当テッカテカになってしまうっていうかね、っていうところがあるんちゃうかなと思うので、油絵の具って基本は乾かないもんですよっていうことが大前提で、やられた方が僕はいいと思います。でそれで微妙な色とかも使えるし、絵の具を画面の中で混ぜたりとかもできるしとかっていうことがメリットなんですね。でこのメリットっていうのをやっぱり生かしていくということはあってもいいのかなというふうに思います。髪の毛それで完全に乾燥させますと。でまたこうね、同じように僕はこういうの本当にこうグリザー油白黒に近いような感じで顔を描いといた上に、次は少しこう釜油というような感じでちょっと色をつけたような感じ、そして3層目ぐらいでしっかり色をつけて、で4層目5層目でより細かく描いていったりとかしていくということをしていくんですけども、本当にそれはもう乾きが早くないといかんみたいな感じがあったですけど、今どうなんですか、今の受験とかね、もう20年も30年も前の話やからねあれですけど、あんま変わってへんかったりするのかななんて思ったりするんですけど、東京芸大の合格者作品とか見たらもう僕なんかもうちんぷんかんぷんですね。いや今受験の先生したら無理やなと思ったりとか、いや逆にいけるかなとか思ったり分かりませんけど、やりたくもないんですけど、大変ですよ大変ですよ。もうほんと予備校の先生って大変ですよ。毎年もうルーチンのようにね、もう3月の何日ぐらいに合格発表があって、もう私たちの時は3月23日やったから、もう1週間後にはもう4月1日で新入生を迎えてみたいな、もう地獄のような、頭の中切り替わらんし、なんかもうフラフラしてたっていう記憶しかなかったですけどね。なんか唯一その1週間ぐらいがよく寝れたって感じでしたもんね。もうやめたいなと思って、結局27歳8歳28歳までやったんかな、っていう感じですね。20歳ぐらいから8年間はやってました。水道パタっていうところでやってて、今もまだね昔一緒にやった仲間がまだやっているということで、学園長とかは一緒に最後の年組んだんですが、最後の前の年かな、僕が博士課程の1年生か2年生の時に一度組みました。何度かこの話してますけど、その年1年間組むにあたって、その年長者の先生ですけど、ちょっとクラス分け僕がやっていいですかっていうことで、この話も何度もしてますけどね、一番初めクラス分けするにあたって、コンクールをするんですね。それでやっぱり太郎の人とか一次を通っている、東京芸大当時でも30倍以上あったと思うんですけど、一次を通っている人とかね、二次試験まで行った人とか、やっぱ3浪4浪してるとかね、浪人の人とか上手やったりとかなんかするんですけど、でそういうクラス分けのコンクールバーっとあって、で上位の方があって、で大体こう何クラスかあって、先生たちは大体上の方から選んでいくんですけど、僕はそれをやらなくて、その今の学園長がもうすでに持っていた何人かの学生さんと、何浪かな、3浪とか4浪してた女の子2人と、もう一人こう河合塾っていうところから移籍してきた男の子がいて、で河合塾は僕の友人の玄ちゃんっていう子が教えてたんですけど、玄ちゃんがちょっとちょっと3浪見たけどもう無理やったから見たってくれへんかっていうことで、その子だけ、要は太郎の子3人たちだけで、あとはもう正直、まだまだこう経験も浅い子たちを選んでいったんですけど、その選ぶ基準っていうのはこう、動画でも上げてますけども、やっぱりこう最速で上手くなる方法とかね、あなたの絵は上手くならないとか、そういうことでも言っているかもしれないですけど、選ぶ基準があって、絵の具を厚く塗れるか、今2層目書いてってますけど、絵の具を厚く塗れている人と、そこが一番大きかったんですかね。絵の具を厚く塗れていく。簡単に言うと引き算って簡単やから薄く塗るのは簡単なんですよ。でももう道具に対してあんまりケチらないっていう人は、もう本当にこうかき混ぜてもう絵がぐちゃぐちゃになっても、でそういう人の方があとは引き算していけばいいから意外と楽やったり、あとはちょっと理解していく、頭で理解していくっていうことができていけば、もうすごくこうやるぜっていうこうもう推しの一手の方がどっちかってあと引き算楽やったりするから、そういう人をずっと選んでいったんですよ。で途中でその学園長が「おい大丈夫か?」っていうぐらいなんかこうぐちゃぐちゃなこうお祭りみたいな絵ばっかり選んでいたと。1年あればなんとかなりますよとかって言うてね。である程度やっぱなんとかなったような記憶ありますけどね。確か4人か5人クラスから確か東京芸大にあの子と
4人ぐらいは確か受かったと思いますよ。太郎の子たちも1人受かったな。だからあれですね、河合塾から来た子も芸大受かったから5人かな。12345人です。あ、そうやね、奈良の子2人受かって、奈良の子2人と、九州の子と埼玉の子と5人ですね、っていう感じでしたもんね。だからなんか本当にそれは立証できたかなと思って、結局その浪人生を教えるのはその1年間だけでした。何度かこれ言ってますけど、高校生を教える方が楽というか、あんまり変な色もついてなかったりするし、サボれるというね、浪人生を教えるのはなんか火曜日と金曜日は必ず行かなきゃいけないと。必ずがダメな人なんですね。ダメ人間ですよね。そういうダメ人間でございます。ちょっと2層目でまたディティールを描いていて、鼻のとこなんか一回明るくしたでしょ、そういう風に明るくしてからまた暗く描いていくとかっていうこともした。スカンブルっていう半透明の絵の具をかけていくというようなことをしたりとかしてます。なんかそういうことね、もう20年以上前の、20年ぐらい前か18年ぐらい前の話だからいつまでしとんねんって、最近何もないので、ただ家で淡々と仕事をしているという、ネットフリックスでドラマを見て淡々と仕事をしているという、幸せなんですけど、面白い話のネタも全くないという日々なので、こんな話ですみません。なんかリクエストとかがあればぜひぜひこんな話聞かせてくれとかあったらですね、面白かったですね。なんかものすごい熱くなってきて、学生さんたちね、その年は面白かったけどもうやりたくないですね。はい、やりたくないなと思いますけど、やっぱね、その人の人生預かってるから、もちろんこうやったら受かるとかっていうことじゃなくて、その人がなんかいい感じにうまいことなってって芸大の試験にはまってきて、あとはちょっとやるぐらいが本当はそういう仕事やと思うんですけど、やっぱりなんかプレッシャーも感じますしね、人のことで頭いっぱいになりますからね、自分の仕事どころではなくなってきてしまうというか、でやっぱり20倍30倍当時30倍ぐらいあったから緊張感あるんですよ。疲れるんですよ。でもずっと頭の中人のことでぐるぐる回ってしまうっていうね、もう今はもう本当にそういう意味ではすごい気楽になりましたけど、それでも自分の仕事のことを考えられるというのは幸せやなと思ったり、 YouTube は楽しいですよ。ちゃんとこの辺ね、細かい光をどんどんと入れましたね。こういう緊張感のある仕事とかもお見せできるようになってきたなというふうに思いますけどね。だからもう別に本当に今までも本とかのこういう書き方の本とかそういうのも仕事でやってきたんで、やってること自体そんな変わんないですよね。またそういう仕事が来ればやりたいなとは思うんですけど、最近全然来なくなりましたけどね。はい、見せすぎたんかななんて思いながら、嫌われたんかななんて思いながら、連動してねやれば本なんかいっぱい売れそうな気しますよね。なんかだいたい視聴回数が普通に考えれば3000回ぐらいいくから100人ぐらいは買うんちゃうかななんてふと思ったりするんですけどね。分かんないですよ。本と合わせて見たりすればもうより分かるとかっていう感じとかね、そういうの作っても面白いんちゃうかなと思ったりするんですけどね。そういう話は特に今聞きませんけど、動画撮ってたら写真撮るのが難しくなりますよね今度ね。っていう感じで一回明るくしたところまた花とかを描いていっております。細かい描写をしていっております。もうね、ここまでなんで見せるんですかって言われるんですけど、もうやってみたら分かると思うんですよ。でもできないですよね。それがやっぱり積み上げてきたものだったりするわけですもんね。職人さんやったらね、俺の背中を見て育てみたいな感じの人いるかもしれません。似たようなものやと思いますけど、もう皆さん自分で盗めるものっていうのはどんどん盗まれたらいいと思いますよ。どんどん盗んでいけばいいんじゃないかなと思います。だから当時もそんな感じでやってましたしね、もう書いてみせたり、端の方で書いてみせたりとか、書いてたりしてましたけどね、自分勝手にね仕事したりとかしてましたけど、という感じで書いていっております。すごい批判的な人も多かったと思うんですけどね、全然教えてくれへんっていう人もいたりとかね。逆にこうやって見てたら、いやここまで見せてくれたら全然十分っすわっていう人もいるでしょね。そこがもう一から何まで教えてくださいとか、私に声かけてくださいとかいう人もいるんですけど、僕はもうあんまりそういうのしない人でしたっていうかね、してたのかしてないか覚えてませんが、で細かい口の描写とかをしていっております。筆とかもですね、当時はいろんな人から聞いて、この筆いいんすねとか、いろいろそういうの楽しいですよね。この筆いいですよとか、この紙いいですよとか。でも今はもう情報がバーッと広がってきてるからね、そういうのも個人でできるような時代になってきたなというふうに本当に思いますもんね。
なんか昔とはだいぶ違うなと。で、背景も少し描いていきます。背景のことなんですけど、これはちょっとこう、写真がピントが合ってなかったりするんで、やっぱ背景は背景で写真撮っておきます。でもやっぱ手前より奥にあるように見せるために少しこうぼかしてみたりとかして、写真的な感じですけども、で、奥に行けば行くほどかなりぼかしてみたりとかしてとかっていうことをしてます。でもちょっとこう、なんかはっきりとこうです、ああですって書くよりは少しこう、なんか緑の模様みたいな感じになれへんかなというふうに今回思って書いております。向こうから光が入ってる感じとか、少し絵の具をこう物質感をこう厚くつけてみたりとか、それでこうハケもね、ハケっていうかこれは扇形の柔らかいナイロンの筆なんですけど、ちょっといろんな方向でやってます。ただ一つだけやったらこっち側にビッて絵の具へいっちゃいますのでね。そしてこう、最終的なというか3層目ですね。その後ちょっと書いていくんですけど、そのあたりはもう動画に撮っておりませんけど、もしかしてこの最後の最後にもうちょっと 1,2 分つけるかもしれませんが、本当に最後の最後のこう色をつけていく作業ですね。このなんか紫を一番ね、高いこうコバルトバイオレットって ABCDEFG ぐらいちゃいます。これを使うというところがね、やっぱね、なんかすごいこうね、でこれは何の色や、これ黄色ね、かなりトランスオキサイドイエローみたいな色かな。そしてこれはかなり赤くいきましたね。ブライトレッドかな、マゼンダかもしれませんね。黄色と赤をね、かなり大胆に今回いってますね。だからちょっとその辺の色の使い方、グレーズの色もう一回言いますけど、多分それでこれ半透明ぐらいちょっと白入れたりとかしてますもんね。かなりこう大胆にマゼンダみたいなのと、黄色系は、トランスオキサイドイエローみたいな色とかでいきました。そしてこう、半透明不透明の色とか。でもね、影の中なんですけどね、稜線とかも少し消えてもいいかなもみながら、ちょっとこうなんかこうね、お化粧するような感じですか。私もね、パタパタしてませんけどね、こう反射光があるぞとかってこの辺の色が難しいですよね。ちょっとこうブルーグリーングレーみたいな色にしてみたりとかですね、思い切ったね、ちょっと紫っぽくしようかなと思って、さっきのマゼンダにこうシアニンブルーかなんかを入れて、青を入れてちょっと紫っぽくして、この辺の葛藤が面白いんですよ。ダメやったら全部拭き取ればいいです。もうダメやったら全部拭き取る。それは完全に下の絵の具が乾いてればできるじゃないですか。で、私はそういう風にやっぱ乾かしていってるので、完全に乾いた後にこういう風にしてまたハイライトをして描いたりとか、していってます。ね、だからあの辺の色のこう反射光の影の中の色の選択っていうのはね、かなり何色って分かんないでしょ。で、ね、どんな色を使ってますかって聞かれたりしますけど、本当に僕の場合いろいろ変わる。なかなかの、ね、説明が難しいってごめんなさいねっていう感じですね。反射光とかを入れてみたりとかしていってます。目なんかもそうですね。こういう風にね、柔らかく描いてみたりとかっていうことをしていったりとかしています。影を落としてみたりとかね、鼻の下の影を落としてみたり、ハイライトでって入れてみたりとかですね、もう本当にもう逆にこういうのをもう全てメンバーシップ限定のみにね、公開を変えてもいいぐらいの気持ちでいたりとかしますけどね。だからなるべく一生懸命皆さん早めに見てくださいね。メンバーに入ってない方ね、もう本当にそんな気持ちでいたりとかもします。もう十分見せたでしょって感じですもんね。3年間もやればね、もう覚えたし、もうね、見る必要ないわって感じかもしれませんけども、最近見られたっていう方とか分かんないこととか質問あれば、土曜日とかになるべくこうライブ配信とかをしようとしていったりします。午前中とかね、そういう時にコメントいただければと思います。っていう感じでこう柔らかく描いてるとことこうカチッと見えてるとこのこう差みたいなの分かります？鼻の下とかこうスカンブルみたいな感じで柔らかくなってるなとか、鼻の穴なんかをこう強く描きすぎる人結構いますもんね。見せ場になり得ますかね、鼻の穴ってってね。だからそれでも暗くある程度こう描かんといかんなということで、その辺のこうあれとかこう髪の毛なんかもこう髪の毛描くよりこう隙間描いたりとかすると塗り残ったところが髪の毛の影に見えてきたりもするとかね、いうことがありますので、明るいとこ描いてってるんですね。こういうところも参考になるんじゃないかなと思います。上まぶたの影が今眼球のところのこうね、黒いところに落ちているよということであるとか、そう球体になってたりとか、ね、眼球の黒いところの周りが少し暗なってますよとかっていうことを書いてったりとかしてます。目一つでもいろんな要素がありますもんね。だからそういうところとかでも離れてみてこう描きすぎてないかなっていうところもこう大事なんですね。あまりにも細かく描きすぎたりとかしたら自分とモデルさんとの距離みたいなのが強く描きすぎてしまったりすると
手前に見えてきたりするっていうこと分かりますかね。こうすごいモチーフ近くで見たらそれぐらいまで細かく見えるかもしれないけど、やっぱり自分との目との距離みたいなのはあるわけですよね。でそういったことは意識しながら描いていったりとか、この辺りはどのくらいかいいねとかっていう感じでこう描いていってるのが分かるんじゃないでしょうか。ね、どのくらいかなっていう感じで描いていってます。で眉毛とか細かい描写とかをしながらですね、密度を上げていきました。ちまちまとこの辺は本当筆色分割法といってこう点をね、重ね合わせながらとか、ちょっと鮮やかな鼻のとこに赤を入れてみようかなとかね。で人の肌の色になってきたんじゃないですか。どうですかね。これはもう伝統的にも昔からされている方法。ただやっぱりこう絵の具の顔料とかっていうのが幅が広くこういろいろ出るようになってきたから、すごく描けるできることっていうのは増えてきたんですね。でもやっていることっていうのは昔から伝統的にある技法というのを使ってやってます。だから難しいことそんなにしてないつもりです。こういうところは髪の毛をですね、基本的には明るい色で描くことが多いですけど、暗い色でも描いて、その後明るい色でも描いて、また乾いたら描いてまたしてとか、もう本当に最後の最後の仕事っていうのは乾かすまでに3週間ぐらいは咲いておいたりします。取れたら厄介やからです。だからかなり時間を置いておくということをしたりとかします。それでニスとかかけるのも大体2週間3週間咲いておいて、僕はタブロースペシャルという、やつを使っています。そして明るい色でこうやって髪の毛を描いていきました。ということでですね、ご視聴ありがとうございました。髪の毛シューッと描いて、最後のところもしかして動画的には最後の最後もっと描いてるとこを見せるかもしれませんが、よかったら最後までご視聴ください。ありがとうございました。ではよかったらお願いします。
ご視聴ありがとうございました。最後まで、いかがだったでしょうか。影のね、中の描き方なんて皆さん参考になるかもしれませんしね、背景との関係とかね、奥行きの出し方の一つであるとか、参考になるかもしれません。よかったら、チャンネル登録いただければと思います。それでは次回またお会いしましょう。では。